おやす。今回はガンプラで見立て改造なるものをやってみようかなと思います。まあこうガンプラのパーツでガンダム以外のやつを再現するみたいなやつですね。はい、よーいスタート。なわけで今回作っていくのは Apex Legends よりワットソンでございます。皆さん Apex Legends ご存知でしょうか。いわゆるバトルロイヤル形式の FPS ゲームなんですが、ワットソンはそれに登場するレジェンドと呼ばれるキャラクターの一人でございます。スモークやシールドが出せるといったアビリティを持つキャラが多い中、ワットソンは電気フェンスなどを使って建物に立てこもるためのアビリティを持っております。これがまた扱いの難しいキャラなんですよね。ちなみに12のこのゲームをちょこっとだけかじっているのですが、だってね、敵にピン刺したの今。おかしい、敵の配置が。見た通りもう全然できないんですよね。ただこのゲームできようができまいが面白いことは面白いので、何度もやってしまうかなり中毒性のあるゲームとなっております。多分自分だけじゃないはず。そんな感じで今回はいろいろなキットをミキシング改造してワットソンっぽいガンプラを作ってみようかなと思います。あくまでぽい、これ重要ね。前置きが長くなっちゃいましたが、さっさと改造を始めていきます。まずワットソン、手始めに改造するための素体を用意します。頭ないのは気にしないでください。ワットソン自体もともと小柄であることとフード付きのスーツを着ていることから、元のディテールと最小限の改造でそれらを再現できるようにいろいろと手のつけやすいストライクガンダムをチョイス。さらに細かいマスキングなどはせず、できる限り元のパーツ分けでワットソンカラーが再現できるようにしたかったので、手足をそれらに近い00クアンタや00ガンダムのものと交換しました。つらつらと理由は並べてますが、要は楽したかったってことです。今見ると肩はもっとこじんまりしたのを選べばよかったかなとも思います。というわけでこいつをベースにワットソンっぽいやつを作っていきます。まずは頭部、とんでもなくまん丸っすよね、あいつ。こちらには HG シビリアンアストレイの頭部を丸ごと流用してあげます。ワットソンのためのような形してないですか、この頭。ただそのままだとストライクの胸部に取り付けることができないので、ここは少しだけ改造してあげます。ストライクの胸部の首元にプライタで蓋をし、そこにシビリアンアストレイの首ジョイントパーツを適度に切り取ったものを接着。かなり大雑把ですが、これで頭部の接続が可能となります。実はこういう感じに改造した時の強度の増し方知らないんだよな。次は胸部。ワットソンの特徴といえばフード付きのスーツなんですが、今回はそれらを再現するためにいろいろと形状変更をしていこうかなと思います。背部の両サイドにエポキシパテを盛り、なんとなくフードっぽい感じの形状を作成。乾燥後、ヤスリやデザインナイフ等々で成形していきます。あんまりでかくすると首が動かなくなったりするので、そのあたり気をつけながらやっていきます。最終的にはこんな感じ。後ろ姿はそれっぽくなったのですが、首周りのフード感というかスーツ感がまだ足りないなと思ったので、こちらにはスタービルドストライクの胸部パーツを取り付けてあげることにしました。別パーツで再現してあげることで塗装しやすくするつうわけですね。次はバックパック、もといワットソンのアルティミットインターセプターパイロンを作っていきます。背中にメカ背負ってるのなかなかいいですよね。ただこのパイロン、なんとかして細かい部分まで再現しようと思ったのですが、私自身のスクラッチ技術が壊滅的になかったので、今回は 30mm のパーツをベースにそれっぽい感じで作っていこうかと思います。見立て改造だからいいもん。これ怒られそう。30mm のパーツもガンプラの改造に使いやすいのが多くていいですよね。いわゆる見立て改造もそうなんですが、普通にディテール増やす時とかにもお手軽に使えるのですげえ便利っすね。いろいろとくっつけて最終的にはこんな感じ。30mm のパーツに加えて足の部分にバトルアームズのアームを使うことで折りたたみ状態にもできるようにしてみました。展開して置いてみます。なんか思ったよりデカめになってしまいましたが、これくらいの方がはったり効いてていいかもしれないですね。物は言いようである。最後は武器。
元ネタが銃で撃ち合うゲームですし、せっかくなので今回の作品にも持たせてあげようかなと思います。使っていくのは MSG ウェポンユニット31アサルトライフル。APEX に出てくる武器に近い見た目のものをいろいろと探したのですが、最終的にこれを選びました。今回はこのアサルトライフルを使ってヘムロックっぽいのを作っていきます。あくまでっぽいやつです。これ何回言った？重心やマガジンなどをニッパーやカットソーでカットし、サイズ感を調整。その後にプライタ等々を使ってヘムロックっぽいディテールを増やしていきます。ヘムロックっぽいってなんか哲学的言い回しですね。3点バーストしやすそうとかかな。とりあえずこんな感じ。特徴をかいつまんで再現はしてみたんですが、遠からず近からずといった見た目になっちゃいましたね。ところどころ雑すぎますが、今の俺にはこれが限界でした。許してくれー。というわけでワットソン、すべての改造を終えたものがこちら。まだ塗装前でワットソン味がそこまで感じられないのですが、パイロンやフードなど、ところどころの特徴はかいつまんでそれっぽくできているのではないでしょうか。ただこうして一度全体像を見てみると、もう少し全体的に小柄な感じにしてあげてもよかったかなとも思いますね。見立て改造ってなかなか難しいですね。なわけで改造編の方はここまで。ここからは塗装編の方に移っていこうと思います。なわけでワットソン、すべてのパーツを洗浄しましたら、家電プレデター体こと山善の初期乾燥機で乾かします。ずっとプラチナなんだけど、どうやってランク上げりゃいいの？パーツを乾燥させてサーフェイサーを吹いた後、塗装の方に入らせていただきます。今回の塗装レシピはこんな感じ。ゲーム中のワットソンのカラーリングを参考にしつつ、元のものよりも若干彩度の高い色合いで塗装してみました。ワットソンって青のイメージが強かったのですが、割合的には白い部分の方が多いんですね。塗装して初めて気づきました。塗装が全て終わり、ある程度パーツを組み立てましたら、次は墨入れと部分塗装の方やっていきます。今回はサクッとダークグレーで入れていく。墨入れトークもネタ切れ必至なので、今回は APEX の話を少しだけします。この間渋谷の APEX ポップアップストアってやつ行ってきたんですよ。最終的に入れなかったんですけど、めちゃくちゃカップルがいて、もしかして APEX ってオタクがやるゲームじゃなくて、ああいうカップルがナイスライト待ってよナイスナイスやってるんすかね。俺がそのね、デュオのためにセコさスキャンしたりピン刺したりしてる間に、デュオの方はイチャイチャしてるんでしょうね。やるせないわー。というわけで墨入れの方も終わり。この後は艶消しクリアを吹きまして完成にしたいと思います。じゃあワットソン完成編の方へどうぞ。というわけでストライクワットソンでした。あくまでガンプラ版ワットソンみたいな名前にしてみました。
今回初めての見立て改造をやってみましたが、いかがでしたでしょうか。塗装というかカラーリングでかなりごまかしている感じはありますが、割とワットソンっぽさはある程度出せたんじゃないかなと思います。実は今回の制作動画、ガンプラ VTuber の方たちとコラボ企画で作ったやつだったんですが、他にも APEX のキャラクター作ってみたくなっちゃいましたね。画掃除とかやってみたいな。はい。というわけで今回の動画はここまで。次回の動画があれば、また。私は今絶好調なんてね。気が向いたら押してください。すいませんでした。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。